E マウントレンズベスト3をずっと瞳ごとフォーカスこんなんあって追いかけてるんですよ。ポートレート撮るなら 85mm。実は僕もこれだったんですけいや俺さこれだってなんでどはいどうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はですね、なんとコラボ会でございます。ようこそお越しくださいました。ちょっと簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。フォトグラファーのモロノンです。 YouTube ではモロノン TV という名前でやっています。はい、ミリオネアのウェディでございます。僕も、YouTube で発信しておる身でございます。よろしくお願いします。お願いします。ここの皆さん全員がソニーユーザーです、はい。ソニーだけをね使ってるっていうわけではないんですが、ソニーのカメラを、メインで使われている、3人なので、ソニーの E マウントレンズベスト3を報告していきたいなと思います。発表E マウントレンズ多すぎて、でもう多いがゆえに出会いきれないんですよ、言い方を変えると。僕もね、ある程度揃ってはいるんですけど、揃ってるがゆえに他のレンズに手が出しにくいと、っていうところで、ただ、話してる中で、それぞれ使うレンズがやっぱそれでも違うというところがあるので、おすすめかつよく使っていたりとか、自分の中でベストなレンズっていうのを、3本ちょっと選んでいただいて、それをね、じゃあ第3位から一緒に順番に発表して、最終的に第1位をそれぞれ発表するというような流れでやりたいなと思っておりますが、承知しました。コーツ好きがたいけど承知しましたはい、これはね全てあくまで、個人の感想になるので、これがね全てってわけではないんで、あくまで参考程度にしていただいたら嬉しいなというふうに思っております。じゃあ、3位僕からいきますか。今後流れでこういきますか。はい、お願いします。じゃあ僕3位からもう早速純正じゃなくてすいませんって感じなんですけど、3位、僕はタムロン 2040mmF2.8 のレンズでございます。僕が一番思い語っちゃっていいですか。もうどし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 お便りみたいなラジオみたいな感じですけど、Vlog を僕ね FX3 とかでこう撮ったりするんですけど、あれが一番ほんまにっていうところで、だって 20mm から 40mm までほぼ筒伸びずにいけて300g 台で、しかも 2.8 投資。そう 2.8 投資っていう結構もう完結しちゃった感あって、 Vlog レンズだったらそうですね、あれでもう十分すぎるなっていう。で結構悩んで 20mm の F1.8G ね、ちょうど今多分これ撮ってんのがそのレンズになるのかな、20mm F1.8、あれももちろんいいんですけど、僕は結構こうやっぱり人とこうねわちゃわちゃっとコミュニケーション取りながら Vlog 撮ることが多いから、40までね、例えば仲いいクリエイターとかってガンって寄ってボケるとか、なんかそういうねシーンとかをこう撮ったりするから、やっぱり20、40まで賄えてるぐらいの感じが一番撮りやすいなって思って。40いってんのいいっすよね。そうなんですよ。35じゃなくてね。そう自分の Vlog 系のコンテンツってもほとんどあれで撮ってるんで、あれ買ってからずっと使い続けてる、ほんまに隙のないいいレンズですね。一旦ちょっと様子見てからこれぐらいにしとくわ唯一の欠点みたいなのありますか。いやもう Vlog 用途でがっつり使うわけじゃないからこそやけど、それこそ純正ほどの手ブレ補正が効くのかとかっていうのはないですよね、もちろん。そこかなぐらいかな、マジで。僕その唯一の欠点が結構でかかったんですよね。それねでかいとは思います、ただなんか僕は割と Vlog とかやったら逆にわちゃわちゃってしてる手ブレも重いんかなって思うから、後で見返した時に意外と綺麗に撮れすぎてるやつよりも、笑ってる時に揺れちゃってるとかもなんか一個の思い出やなっていう感じで割と使っております。なるほど、ありがとうございます。じゃあ僕第3位なんですけれども、待ってください、何も決めてなかった。ちょっと待ってなんでやろじゃあ僕の第3位ですね、これです。いいレンズですね。70mm、200mm、F4G、OSS マクロです。めちゃくちゃ伸びちゃうっていう。めちゃくちゃ伸びるよね。そうだからちっちゃって思ってもめっちゃ伸びるっていうっていうやつなんですけど、これ超気に入ってるんですよね。なんか気に入ってるか買ってよかったなと思ってて、やっぱりめちゃ寄れるっていう、すごい寄れちゃうんですよねこのレンズ。あと結構 YouTube 用途で買ったんですよ。2カメで遠くからこの辺を撮るみたいな時とか、こう物撮り最近頑張ってるんで、スライダーに乗せてこんな感じでマクロっぽく表現するみたいなとかにも使える。意外と結構僕は動画で
使ってます。うんこれをね、写真で使いがちな焦点距離ではありますが、動画で使ってます。俺も買ったからあれやけどさ、もう伸びすぎて逆に愛着が可愛いなってきた。もうこれ結構エグいっすね。ここまでいったらもう可愛い。そう、ここはコンパクトなんですけどね。うんうんあと僕よく使う方法がFX3 なんですよね。今使ってるカメラ、もしくは6と使うんで、夜の撮影に強いじゃないですか、カメラが高感度がいいのでF4 でも問題ないかなっていうところなんですよね。モロンノさんこれ使われた理由は？レビューであ使っそっかそっかたフィンランドとかエストニアに持って行っていろいろ撮ってすごい別格の使い方してる。ちょっと僕ちょっと YouTube で使っててちょっと YouTube なんかそのしっかりと使ってあった。やっぱりマクロもいけるから一つこのレンズで一個描写力表現力が増えるからいいよね。よりこう被写体に踏み込んだ絵作りができるから楽しい。唯一の欠点みたいなところで言うと、値段かな。ああそうね。ソニーサー価格26万台です。そんなに GM やんっていうなかなかやね。確かにちょっと高すぎるんじゃないかなっていう感じがしますね。F4 でこれはちょっと行き過ぎなんじゃないかなっていう。まあまあ高いね。ルミックスはもちろん安いんで、そう他と比べると高いなっていう感じはしちゃいました。じゃあ続いてモロンノさんのベスト3を。はい、ちょっと構図つけがたいんですが、使用頻度というところから言うとベスト3でこちらです。 F35mm F1.4GM レンズです。全然フィードがこの瞬間めっちゃ笑い。これはご愛嬌やもん。レビューでお借りしてからずっといいなって思いつつ買えてなかったんですけど、半年前くらいについに買いまして、やっぱりねすごいいいんですよね。2人とかの人物を撮るときに 50mm とか 85mm だとちょっとね結構私も引かなきゃいけないし、そう割とこうね切り取りにくい、2人にも結構くっついてもらわないといけないんだけど、35mm だったら割とこういう喋ってる距離感でもパシャパシャねいい感じに親近感のある絵作りができるのですごいお気に入りですね。大きくないですよね、そんなに。そうだね、ちょっと大きくらい、500g 台だったかな。でも GM の中では軽い方かな。あとそう旅とかだとやっぱり50mm とかの画角的には50くらいが一番好きなんですけど、50だと本当に1個にフォーカスする形になっちゃうから、割となんかその空気感を切り取るってなった時に旅撮影とかだと狭すぎるけど 35mm だと程よく全体も映しながら見せたいものを見せることができるっていうので気に入ってます。1本目の GM これ行きがちじゃないですか。いや俺これやねん。僕もです。俺初めて買った GM これやねん。一緒。でも確かに動画の人だとより確かに確かに、ちょっとだけフォーカスブリーディング気になるそうですなっていうところはあるけど、でもいけるやろっていう。ブリージング補正があればね、いいですね。なるほど。ブリージング結構出ますよねこれ。ブリージングっていう焦点距離、要はピントの位置が変わることで画面がずれちゃうんですよね。それがソニーのレンズって結構光学的に目立っちゃうっていうのがあって、それが最新のカメラだったらその補正ができるボディの機能があるんですけど、動画だとねそれが1個のアクションになっちゃうんで結構邪魔だったりするんで、動画ユーザーは結構その辺も気にしちゃうところではあるんですが、目立つもののはねもう大丈夫やからね、カメラがね。そうですね。ということで 35mm でした。ありがとうございます。ではベスト2いきましょうか。僕も全然違うとこ行きます。YouTube で言ってるんですけど、僕ねマジでシルイのナイトウォーカーシリーズです。出た。シルイのナイトウォーカーっていうシネレンズと言われる、ちょっと動画にだいぶ特化しちゃってるんですけど、T1.2 のシリーズ、要は F 値換算すると 1.0 か 1.1 ぐらいかなになるんですが、そうスーパー 35mm のレンズにはなっちゃうんやけど、全然フルサイズでもつけてしまっていけるよっていう、結構最近それこそドラマ系の MVであったりとか、そっち系全部あれで撮ってて、で何がいいかって、もちろんその F 値換算すると 1.0、1.1 ぐらいになるからむちゃくちゃもちろんボケるのはいい、むっちゃボケてすごい柔らかい表現になるし、あと人物映した時に GM とかってむちゃくちゃくっきり出るのが良かったりもすんねんけど、逆にふわっと出ることで喜ぶ人たちも結構いる。一回その GM とナイトウォーカーでどっちも同じところから撮って、本当に何もカメラ知らん人に
どっちが好きって女の子の被写体の子に移り聞いたらナイトウォーカーって言ったんで、ナイトウォーカーは5万ぐらいのレンズ1本あってそうだからもちろん値段が高いレンズにはそれなりの価値もあるし手ブレ補正とかは GM とかほど効かへんけど、安いレンズやけどあのレンズの良さっていうのがちゃんと詰まってるレンズやなっていうので、全部の5本揃えた。おお。1624355575かわすごい。全部一応揃えてセットで使ってるっていうところで、あとは、ね、シネレンズって言われるものなんで基本的にはこういうフォーカスの位置とかねこのフォーカス合わせる部分とか大きさ重さがほぼ一緒なんですね。それなぜかというとジンバルに乗せた時とかにそれこそいちいちキャリブレーションって言ってもう一回重さ調整しなくていいようにどんどんレンズ変えていけたりとか、そういうのも簡単にできるっていうのでそこも使いやすい部分ではあるかなっていうので、僕のチャンネルではだいぶレンズを押してるんで、いろいろ喋ってるので、気になる方はそっち見ていただいたらいいんですが、とにかく種類のナイトウォーカーシリーズは軽くて 500g 台かな。使ってみたくなった。めっちゃ本来のシネレンズってやっぱ重いんですよね、けどそれを軽く FX3 とかでも使えるっていうのがすごくいいっていうところと、ごめんなさいねめっちゃ重い出てきちゃうけど、あとはその T1.2 ですごいマイルドな表現やけど 2.8 ぐらいまで絞った時に急にちょっと描写の感じがシャープな感じに変わってくるっていうのがあって、だから柔らかい表現も楽しめるし割とシャープな表現も楽しめるっていうのでなんか2個味わえるおもろいレンズかなと思って、その仕事用とかじゃなくてもムービーウォークじゃないけどああいうので楽しく撮りたい方とかにもマジでおすすめ。オートフォーカスは効かないです、もちろんないです、マニュアルフォーカスだけになっちゃうけどでも十分すぎる、楽しさがあるなっていうところで僕はもうシルのナイトウォーカーシリーズを E マウントあるんで結構いろんなマウントあるんであれなんですけど、E マウント以外にも、いろいろ出てますので興味ある方はぜひ1回チェックしてほしいですね。ウィディさんの紹介でかなりの数が売れたみたい。在庫なくなったすごい。アマゾンから最近やっと入ったんですよ。 PR 依頼はこちらにもうやってやったかもうやってやったかはい。じゃあ僕のベスト2いきたいと思うんですが、ちょっと僕はもう純正だけですわ。はい、いいこれですね。はい。50mm F1.2 じゃじゃーんOK です、はい、これですわ。絶対ええもん絶対ええもん、ええに決まってるもんな。これはもう写真も動画も両方本当にもうどっちでも最高な感じがしてて、僕の中ではこれは GM プロみたいな。わかるわかる、なんかもう GM のラインを1個だけ超えちゃったみたいな、これだってそうなんですか。なんかなどうやらなんかそんなことを聞いたような気もしますけど、違うらしいですね。それ言っていいやつ？大丈夫じゃん。なんかわからん。怖い全部ピーって入れといて。でも結構圧倒的になんか違いません？色味違うくない？描写他の、なんか GM とかとも色味どうだなんかねあったかいイメージあんのよ俺。ちょっとむずかってん逆に。むっちゃいいレンズ。僕すごい好きな理由が開放 F1.2 がいけるじゃないですか、で動画で F1.2 がいけるってソニーやからやと思うんですよ。そうやね。その F1.2 のその浅い深度で撮り続けれるのってやっぱソニーの力だと思うんですよね、やっぱ AF が速いから、ましてや動画でこれがやっぱ AF がしっかりと十分なボディを持っていないとレンズがいくら空いてても開放できてもこれを使えないじゃないですか動画とかで、っていうのでやっぱソニーを使うならこの F1.2 の、時には開放でバチコンって決めるっていうのがもう最高にたまらないんですよね。前に2人でコラボした時もそうですね、これで撮りましたね。あの時の写真もねこんな感じでめっちゃいい感じに仕上がってるんじゃないかなと思うんですけど、それこそ僕動画で一番作例が多いのはシンガポールに行った時にこれを使ってたくさん撮ってたシーンがあるんですけど、もう本当にねすごい綺麗な描写で、僕は動画でも全然使うんですけど、めっちゃ好きですね。なんかさある程度カメラやっていくとさ開放も楽しかった時期を経てちょっと絞る感じの楽しさとかっていうあったりするやん、でもそうですね、もう一回開放楽しさもう一回開放に戻してくるなそう 1.2 やばいちょうど今 FX30 がついてるんですが今撮ってるのが3なんですね、なのでこっちが APS-C のカメラなんですけど、APS-C でもこれをつけてたらフルサイズみたいになる。やっぱその光の光量も大きいし夜にもめっちゃ強くなるし、
もう画質もすごいもう文句なしになるから、なんか立体感みたいなところがあれこれフルサイズみたいな感じで思えれるっていうのも、これをつけてたら感じれる良さかな。俺マジでソニー使ってる人絶対一回体験してほしいっていやそうですね思うもん、このレンズ。ソニーユーザーならではの特権ですからね。モロンノンさん的にどうですか51に。もう1位にするか悩んでいるような感じの、絶対にいいものを撮るぞっていう時の一本ですね。なるほど。まあ、強いて言うならフィルターの後継だけ。いやほんまちょっともう82とか67かどっちかに振り切ってほしかったな。72なんですよ。77でもないんですよ。確かに意外とちょっとちっちゃいよね。そうなんですよ。ちょっとねこれだけリングが1個必要なっちゃうソニー周りであんまないところきた、はい、っていう感じでした。モロンノンさんの OK ベスト2レンズ。はい、ベスト2はちょっと今ここにはないんですけど、はい、85mm の F1.4GM2 型です。来ました。はい、つい最近来ました2型が出たこちらが50の F1.2 もすごいいいんですけど、もうポートレート撮るなら 85mm、F1.4 と、これがねどっちかなって思ったけど、ポートレートだとやっぱ 85mm かな。めちゃくちゃ良いです。私は旧型も使ってたんですけど、旧型がオートフォーカスがかなり遅いのと、オートフォーカスでピント合わせずにガガガガガガって結構ね音がうるさかったんだよね、駆動音が。それで割と最近ドラマの現場でオフショットとかメイキングで入らせていただく現場が何個かあったんだけど、その時に私がさ、みんながこうドラマのスタッフさんがもう音を忍ばせてこうさ撮っている時になるほどガガガガって言えないわけじゃん。そう、今までスチールの現場で使ってたから別に何も思わなかったけど、こんだけこのレンズってオートフォーカスうるさいんだってなっちゃって、逆に結構眠ってたんだけど、その不満点が2つとも新しい GM2 型は解決されまして、オートフォーカスの精度も爆速に上がったし、3倍くらい速いんじゃないかなし、音ももちろん全然うるさくないので、もうね不満点のないとても頼もしい相棒。ちょっとちっちゃくなったんですか？ちょっとだけちっちゃくなってる。あと改造感もやっぱりかなり違うと思う。そもそも 85mm の GM 旧型が一番最初に GM レンズ3本出たうちの1本らしくって、だからそう初期メンバーだからずっとそこからアップデートされてなかったのがようやくやっぱりこのね2024年に最新版が来たので、当然ね画質とかも全てがねもう違うレンズになってます。85の GM2 が来たから、単焦点ラインの今後も明るくなりましたよね。そうやね、135ね、135とか、そういうこと。それこそ 35mm とかの、確かに85のアップデート量を考えると、50の1.2 だけあのままなんかな。ちょっとラインナップ違う。ちょっと違う。F1.4 があるやん。そうですね。そもそも。85mm の2型ぐらいのなんか位置づけなんですかね。なるほどね。そっちに入るんか。知らんけど。大丈夫？これメインだよ。空き家ミニじゃないんやろ。あれちょっとらしくなさが今日は。たまにはいるよね。50ミリよりやっぱり85だからちょっと望遠気味でね、人物撮る時も少しお顔がより漏れますので、そういった意味でもやっぱポートレート撮る時にはできるだけそのね写ったモデルさんにね、好きだと思われたいから、少しでも漏れるレンズという意味でも 85mm どういう漏れる具合なんですか？例えばこれとかもさ 20mm だからこう歪んじゃうじゃん、こっちの方だと。っていうのが50mm とかでも歪むまではいかないけど、やっぱちょっとね端っこの方とか行くと少し写りがって思っちゃう時があるんだけど、85mm だったらやっぱりちょっとキュッキュッとなんか目とかのパーツが大きくなるような気がする。なるほど。さすがの使用レポートです。ということで 85mm GM2 でした。はい、ありがとうございます。ではベスト1、ナンバー1レンズでいきましょうか。はい、これかな、これなんかな、これか、これや、これですね。これ2470の F2.8GM2 です。僕割とね買って長いこと眠ってたんですけど、一応最近のトレンドとしてはこのレンズっていうのが大きくて、でなんでかって言ったら
最近海外に1週間ぐらいなんか2カ国行ってたんですよ、1週間ずつね、で、まあ、いわゆるちょっとドキュメンタリーライクなものを撮っててずっと向こうで、ってなってきた時にこれ一本でええやんって完全になったレンズがやっぱ 2470GM2 で、なんか僕普段単焦点使うことが多かったからズームあんま使ってなかったんですけど、やっぱりねいくらなんでもドキュメンタリーみたいなところでさっき言ってたマニュアルフォーカスの単焦点使い分けるとか無理じゃないですか、その場その場のいいとこを取っていくっていう意味で、まあ言うまでもなく2470っていうもう一番ええとこを抑えてくれてるっていうのと、まああと F2.8 っていうところもあるんですけど、僕ほんまに海外でこれ自分のチャンネルでもちょっと話したんですけど、これ一番びっくりしたのがバギーに乗るところをロケするっていうのがあったんですよ。みんながバギーに乗ってちょうど、インドネシアかな行ってて、公道とかも出てもあんなグワングワンの道とかを走るっていうのがあって、僕インストラクターの方にこう後ろ向きに乗ってこうみんな来るやつを撮るっていうやつをこんなんなりながら撮ったんですけど、マジでオートフォーカス外さなかったんですよ。すごい。ずっと瞳オートフォーカスこんなんあって追いかけてるんですよ。どこまで想定して作られてんねんっていうぐらいオートフォーカスがすごかったレンズっていうので一気に信頼度が上がったし、あとはもう本当に単焦点レベルの解像度、そうですね、っていうのがあるので、とりあえずソニーでいい、なんかいっぱい多分レンズとか持ちたくない人もいると思うんですよ、中にはね、でもこれでいいかなって思います、っていうぐらい結論付けちゃえる全域単焦点みたいな、そう幅はぐらいこうバシコーン決まりますよね、結構びっくりするよね。驚かされたという意味で最近1位に位置づけさせていただきました。めっちゃ高いけど、そうね、30万ぐらいか値段上がったりとかでちょいとか、いやでも価値あるなって思う。その結局なんかレンズっていろんなの買って安いのをいっぱい、僕自分が経験したことやけど安いのいっぱい買ってる時期があって、でもなんか気づいたら30万いってるよねみたいな、まあ確かにっていう時があるから、それやったらもうズバッと1本これでっていうのがいいのかなと思ったりもしました。本当にお財布に余裕がある方だったらもうね最初からこれ一択そうだねでいってほしいですね。ナンバーワンがナンバーワン 2470F2.8GM2 です。ありがとうございました。実は僕もこれだったんですいや俺さ、いやじゃあね、俺さこれ撮った時の反応で、あ、かぶってるんかもなって思ってなんかあーみたいなふわってなって一瞬ふわってなったからけどでも安心してください、はいもう一個僕推しがあって、おこっちなんですよ。何20の方、あ、 1635GM2 良いよな。良い、うんこれ買いました。買ってない、レビューで使った。これ持ってます、もちろん。なんやかんや買っちゃったんですよ僕、うんでちょうど一昨日まで韓国に行ってて、で Vlog をこれだけで撮ってたんですよね。おえもうその Vlog これしか使ってなくて、FX3 ともう1本でやっちゃってめっちゃ良かった。めっちゃいいよ。めっちゃ良かった、もうこっちだなって思っちゃったんですよね。なんか今僕のメイン活動が YouTube なんで、やっぱりどっちかって言われたら1635でそうね、やっぱ自分を含めて入れることの方ができるこっちの方が自分にはやっぱ必要だったなとは思うんです、この使い方の方が少ないんで、多くの人は多分こっちの方が使いやすいと思うんですけど、なんか僕的にはこれがすごく良かったなと思ってます、何が良かったかっていうと伸びない伸びないね。伸びない、本当にマジで伸びないから、16ミリにしても全然近いから、ちょっと最初混乱するよね。16の時伸びんねんやって思わへん。まあ確かに、わかるわかる確かに確かに、そう16にすると伸びて35が閉じるというような構造ですね。やっぱりソニーのなんかこう唯一の僕動画での不満ポイントが、そのブリージング補正だとかアクティブ補正をつけるときにクロップなんですよ。ああそうね、20mm の F1.8 ついてるじゃないですか、はい、でブリージング補正をオンにして、アクティブ手ブレ補正をオンにすると結局24ぐらいになっちゃうんですよ。なので自撮りには僕しんどいなっていつも思ってたんですよ、なので16スタートがやっぱり必要なるほどっていうので、でも16でも結局、20とかなっちゃうかなと思うんですが、まあ、そういう用途でも使いやすいっていうのがあります。まあ、ただフィルターをねつけるとちょっと蹴られ始めるというか ND フィルターとかつけると、まあ、そこがねって感じでは正直どうしようもないんかな。僕は保護フィルターもつけてるからっていうのがあるんですよ、ここに1枚だからこれを直付けでフィルターをやればまだだいぶマシやと思うんですけど、そこがちょっと唯一のあれではあるんですけど、でもなんかインサートとかも全部これで撮ってたんですけど、めっちゃ綺麗やと思うし、今多分流れてると思うんですけど、なんかもう全然これでよくねみたいな感じでなると思うし、でなおかつそれこそモロノンさんの 7C2 とか、7-4とかって
4K60 がむしろクロップ入るんですよね、4K60 フレーム 4K でスローモーション撮影するときに 1.5 倍が絶対かかっちゃうんですよ。なので35の方で撮れば52ぐらいで撮れるというところで、結局ちょうどいい50の画角にもなれるっていうところで、動画は結構使い勝手がいい。で別に 4K60 にしなくても 1.5 倍のクロップっていうのが 7.4 と 7C2 なら使えるんですよ。なので意外とこの辺の組み合わせとかにもめっちゃいい。16mm、50mm として動画を楽しめる。で画質の劣化がほぼないっていう使い方ができるんで、だったら2470かもしくは24105になっちゃうこっちか1650って考えると僕はこっちだなと、動画では。1650って動画で捉えてるのが面白い。ああ確かに、今絶賛韓国編の編集頑張ってるんでまた見てもらいたいんですけど、はい、これ全部これで撮ってますんでチェックしてください。なんか最後噛まなかった今チェックしてください。でもね僕ね広角で写真マジで撮らないんですよ。そうなんだ。諸野さん結構撮りますよね。マレーシアもこの子持って行ってた。どうですか写真の使用感みたいな。やっぱり絶景とかのロケーションや室内の撮影で絶対広角は必要なので、そういう時に旅とかに持っていきますね。なんか歪み具合とかってどうですかこのレンズは。まあもちろん 16mm でね端っこの方とかはもちろん歪むけど、でもまあそれも生かした画角というか構図で撮っちゃえば全然気にならないので、それ込みでいいレンズだと思います。ということで 1635F2.8G でした。アキラ君の大好きやん。はいそうですそうです。そうやな。ちょっとみんなのみたいになってる。じゃあ最後私のナンバーワンレンズはこちらにしましょう。そうなんや。50mm スアイスの F1.8 のレンズですね。あんま使ったことがないけど、意外そうなんです。記憶ありますあります。ちょっとだけしかないかも。チームで持ってるやつ 200g ぐらいかな。めっちゃ軽いしコンパクト。ナンバーワンっていうとちょっとニュアンスが違うんだけど、私がさっき紹介した3つと本当に同格でおすすめのレンズって感じですね。なんでこれにしたのかというと、本当は 50mm の画角だとこの GM さっきねおすすめしていた F1.2 のこの GM がもう絶対のここ一番の勝負日みたいな時にはこのレンズなんだけど、例えばこの前のそのマレーシアとかってもう重い機材をこうね一人で背負いながら結構なね242段の階段を足場が悪い中こう滑りそうになりながらこうひたすら歩いていって絶景をこう撮りに行くみたいな、そうっていうのが全然あったりするので、そういう時にもう画質で考えたらもう全然やっぱりこの子たち持っていきたいんですが、少しでもね軽量にすべく単焦点レンズはこの子1本だけを持ってきました。だし結構旅をする時って私も人物が入ってる写真の方が基本的には好きなんだけど、1点にあったらぼかしたくなっちゃうじゃないですか。そうですね。でも旅ってね背景がボケちゃってロケーション殺しになっちゃうからもったいないので、逆にもう 1.8 でもうここまでしか開放できないぞっていうこの制限が旅をする時にとてもちょうどいい、ぼかしすぎないのが逆にいいっていう感じですね。背景も残しつつそう適度にぼかしてっていう感じかな。写り的なとこはどんな印象ですか？写りは割と優しい柔らかい描写ですね。結構こっちがもうピントあったところもバチコンって感じのね圧倒的立体感みたいな感じに対して、こっちはかなり優しく空気感を捉えてくれるような描写だと思ってます。でもやっぱ私のお友達でカメラ始めました、キットレンズを買いました、うまく写真が撮れない、タンスの肥やしにしちゃうみたいな方すごいやっぱお友達でもいらっしゃるんですけど、その子に騙されたと思って 50mm の単焦点レンズ買ってみてってこう言ったら、いやのんちゃんにおすすめされて 50mm の単焦点レンズ買ったらマジで写真楽しくなったわみたいなっていう子がやっぱすごく多くっていう意味でもお値段もお優しく、スマホでも最近ポートレートモードとかあったりするけど一眼らしいふんわりとした写真をお手頃でこんなにコンパクトで楽しめちゃうっていうのが万人のたくさんの方におすすめレンズですね。ケイスケさんもめっちゃしてるやつですよね。そう
動画とかでもやっぱりふんわり優しく撮れると思います。多分ケイスケさんとモロンノンさんのおすすめで結構使ってる人多いと思うんで、その人たちのほぼそうやな。感想も教えてください。よかったらぜひコメントで見てもらえたら嬉しいです。この2人が発信したからやろうな。爆売れして爆でもそうですねかな。疲れてきてますね。ちょっと疲れてきてますよね。ぼーっとしてましたね、一瞬今。ちょっとごめんなさい、ちょっと私は二日酔いがかかってごめんなさいこの3人で一番二日酔いしなさそうな二日酔いしてるっていうね。いやいいギャップいいねちょっと楽しい飲み会が広がってはい、というわけで、皆さんありがとうございました。今回はね、ソニーの FE レンズ、E マウントレンズか、はい、フルサイズだけじゃなくて、E マウントレンズの、ベスト3をね、ちょっと発表させていただきました。ぜひよかったら概要欄にね、すべてリンクを記載しておりますので、チェックしてもらえたらなと思っております。で、このね、動画を撮影する前に、お二方のチャンネルでも動画を撮影しました。で、まずウエディさんのチャンネルでは、渾身の写真機を、一人ずつちょっとこう、愛を語るみたいな感じの動画を撮影をしておりまして、モロンノンさんの方では初心者の方とステップアップしたい方にそれぞれおすすめのカメラをご紹介してます。はい、なのでね、カメラまだ持ってない方とか、ちょっとカメラ購入をねさらに考えている方とかには、楽しんでいただけるコンテンツかなと思っておりますので、ぜひよろしければお二人のチャンネル、そして、動画もね概要欄のリンクからチェックしてもらえたらなと思っております。で一周してから最初俺撮ったやん、でモロノンさん撮ったやん、アキラ撮ったやん。この順番で見てもらってモロノンさんがどう変わっていってるか一周全部見てもらってからどれぐらいヒットポイント減っていってるかちょっとちょうどはい、よかったらすべての動画を見て、すべての動画にいいねとコメントしてもらえると嬉しいなと思っております。待ってます。はい、というわけで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。